こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回のテーマはシリアル通信を利用したデータのモニタリングと題しをお送りします。今回の動画の内容は最初にシリアル通信とは、続いてメイクコードで使用できるシリアル通信ブロックについて、コンソールの操作とデータ保存について、そしてシリアル通信ブロックの違いによるコンソール表示についてお送りします。シリアル通信というのは、電気信号によって伝送路一度に1ビットずつ蓄次的にデータを送ることを言います。 PC と PC あるいはマイコンと PC 間の代表的データの送受信方式として使用されています。これに対してパラレル通信というものがありますが、これは伝送路が4つであれば4ビットのデータを一度に送ることができ、高速な通信が可能です。マイクロビットにおいても USB ケーブルを通じたデータの受け渡しはシリアル通信によって行われます。マイクロビットではデータの表示を通常 LED ディスプレイで行いますが、非常に速度が遅いので次々に発生するデータに対応できない場合があります。そこでマイクロビットが USB ケーブルでパソコンに接続された場合、データの送信状況をコンソール画面で観察することができます。メイクコードではこのコンソールを表示するにはシリアル通信を使用しているとき、小データというボタンが表示されますので、そこを押すとコンソールが表示されます。コンソールの特徴としてデータを高速に表示することができます。またデータの詳しい内容を確認することができます。そして数字データをグラフ化することも可能となります。メイクコードではシリアル通信に関連したブロックは高度なブロックのカテゴリーの中にシリアル通信カテゴリーにまとめられています。シリアル通信一項書き出し、シリアル通信数値を文字で表示、シリアル通信名前と数値を書き出すなどが代表的なブロックです。コンソール画面を使用するにはマイクロビット上でシリアル通信ブロックが実行された時に小データボタンが表示されますので、このボタンを押すとコンソール画面となります。USB ケーブルでマイクロビットが接続されていない場合には小データシミュレーターのボタンのみが表示されます。また USB ケーブルとマイクロビットが接続された場合には小データデバイスというボタンが表示されます。このボタンを押すことによってそれぞれのコンソール画面が表示されます。それでは、シリアル通信の使用例を見ていきましょう。まずコードのブロックっていうのがここにありますけども、これを展開すると下の方にシリアル通信というのがあります。ここを押すとこのブロックが出てきますけども、今回は、この1行書き出しのブロックを使って、例を示したいと思います。で、何もシリアル通信のブロックを使わないときはこちらの方にですね、小データというボタンが表示されていません。それをですね、これを実行させてやると、例えばこれを実行するとこういう風な形で、小データシミュレーターって書いてますね。これは、小データを使って、シミュレーターを使ってデータを見るっていうことですよね。で、これを押すとこういう風なコンソールという画面になります。これはここに書いてあるようにシミュレーターを使った時のコンソール画面ということですね。で、戻るにはここを押します。で、ここに例えば、スタートって押しますね。スタートって書きます。一行書き出しでスタートっていう風にします。そうすると、ここをコンソールに持ってくると、こちらの方にスタートという文字が表示されますよね。こういうような形で、パソコンの方にスタートという文字が送られたということをここで見ることができるわけです。それで
もう一つ、こちらの方にですね、データを表示しましょう。ここで、この中ですね、この中に、傾きを表示させますね。ここで傾斜角ですね。で、これを、実行してみます。そうすると、今こちらの方こういうふうに動かすと、今こちらの方がグラフ表示しましたよね。これは、傾斜角のピッチを表示しています。で、こちらの方はピッチの角度を表示してるんですね。ここずっと上に持ってくると、こう数値がこう表示されていますね。この数値がこのグラフ化したデータとして表示されています。それで、今のプログラムをですね、マイクロビットの方に接続して使ってみましょう。で、マイクロビットに今からつなぎます。つないでやるとですね、こういうふうに小データデバイスっていうのが出てきます。これはマイクロビットの本体をつないだ場合にここが表示されます。本体のデータのコンソール画面はこちらを押すと、こういうような形で本体のピッチの動きですね。ピッチの動きをこちらの方の画面、コンソールの方で見ることができます。はい、主なところがそういうところになります。前のスライドで実行したプログラムをここに示します。上がシリアル通信1両書き出しで、スタートという文字列を表示します。そしてずっとブロックの中のシリアル通信1両書き出しでは、傾斜ピッチ角を連続して書き出すプログラムとなっています。LED ディスプレイとコンソール表示の速度比較に使用したプログラムを示します。このプログラムでは A ボタンを押したとき、最初に稼働時間を変数 BF に取り込み、そしてカウンターを0から9まで変化させながら、LED ディスプレイにカウント変数の内容を表示し、終了するとシリアル通信でかかった時間を表示するというプログラムです。こちらのプログラムは LED ディスプレイに表示する代わりに、コンソール画面に変数カウンターの内容を書き出すプログラムに変更しています。この2つのプログラムによって発生する速度の違いを次のスライドで示します。それでは速度比較をしてみましょう。では、コンソールの表示してから A ボタンでディスプレイ表示の時間を測ってみます。これがカウントが9までいった時の時間ですね。はい。そうすると、今がこちらですね。これはミリ秒表示なので 7.578 秒ということですね。7.5 だから、まあ7.5 秒ぐらいかかってるということですね。そしたら次に、コンソール表示だけでどのぐらいかっていうことですね。はい、ちょっとこれを、再開します。じゃあ押しますね。そうすると6ってなってますよね。というから6ミリ秒ということで非常に高速であるということがこのことでわかると思います。
このプログラムはコンソールでのデータの保存方法を説明するのに用いたプログラムです。まず最初だけブロックにシリアル通信で1行書き出しでプロスタートを書き出します。これはプログラムが始まった時小データボタンを表示するために使用しています。そしてボタン A が押された時ブロック内の1行目はシリアル通信1行書き出しのブロックです。このパラメーターとして文字列スタートを入れています。そして繰り返しブロックの中に傾斜角ピッチとロール角を表示するブロックを入れています。これらのブロックではシリアル通信名前と数値を書き出すブロックを使用しています。それではコンソールでデータを記録する方法について見ていきましょう。まずコンソールを表示して、そしてここでデータをこういう形で、取得しますね。で、ここでストップします。で、このデータを、ダウンロードするには、まずこちらの方ですね。このボタン、これはローデータ、処理を加えないデータということですね。これをこう見ると、今がこれに、保存されました。ここをクリックすると、こういう形でですね、PR というような形で交互に、出力されていることがわかりますね。これメモ帳で開いて見ることができます。こちらのデータと同じです。こちらの方のデータと同じデータがロードデータっていうところのダウンロードでできます。で、こちらですね。こちらがデータエクスポートボタンになります。そうするとこちらの方にデータがエクスポートされました。で、Excel で直接開くことができます。こういう形式ですね。で、ここ文字化けしてるんですけども、データとして、一番ここの部分ですね。この部分が、先ほど 0.1 秒おき、に設定しましたけど、だいたいこの間隔が 0.1 秒おきぐらいに出力されてますね。で、この辺見ていきましょうか。これが秒、こっちのここの列ですね。この列が、ピッチのデータですね。そしてこちらの方の、データがロール角のデータが表示されています。で、ここ文字化けしてるんですけども、これをですね変換すると正しく表示されます。一応閉じますね。で、先ほどのこれですね、このデータをですね、これをプログラムで開く。で、メモ帳でまず変換するには開いてください。で、ここはこういうふうにですね、文字化けしてなくて出ます。で、これをですね、Excel で、見るためには、ファイルを押して、名前をつけて保存。そうするとこういう画面になりますので、今がエンコードという部分が UTF-8 になってますよね。これをですね、ANSI にします。そして保存で、上書き保存ですね。これで、直りましたので、もう一回ここをクリックすると、
こういうふうに文字化けしなくてですね、表示、されます。これがデータの記録方法になります。それではシリアル通信ブロックと、グラフ表示の関係を見ていきましょう。実行するプログラムはこちらに示すものになります。基本的に A ボタンが押されたとき、スタートと表示して、0から49回、49までですね、このループを回るということ、結局50回回るということですね。で、A という変数を用意して、カウンターの値をここの中に入れます。そして A をシリアル1行書き出し、ブロックで、書き出します。そして、0.1 秒休憩ということで、これを50回回ってエンドの文字を表示します。それではこれを実行してみましょう。で、今これでスタートさせました。そうするとこういうような形で1行おきに数値がこういうふうに表示されて、グラフもこういうふうに表示されていることが分かりますね。こちら戻りますね。このここのシリアル通信1行書き出し、であれば開業して、数値を表示し、そして、グラフを表示するというような結果になるわけですね。そして、次ですね、これを実行してみましょうか。今回はシリアル通信数値を文字で書き出しとして、やってみます。先ほどは1行書き出しでした。じゃあこれを実行してみましょう。まず、ここで A ボタンを押します。で、ここで何も表示されてないですよね。で、しばらくすると、こういう風な形で数値が終わったら書き出されるっていうような形になります。グラフは表示されないですね。戻ってみましょうか。ここで数値を文字で書き出しとすると、グラフは表示されないということがわかると思います。そしたら次行ってみましょうか。次がシリアル通信、名前と数値を書き出し、この部分が名前にあたる文字列で、ここが数値ですね。数値を書き出すというような形のブロックです。これを実行してみましょう。そうするとナンバーっていう名前と数値が表示され、グラフも表示されているというような関係になります。こういうふうに数値と名前っていうのがですね、はっきりこう分けられたブロックにおいては、数値は、グラフとして表示されるっていうことになります。それではこれを実行してみましょうか。同じように名前と数値の書き出しブロックですね。そこの名前のところに、A っていう数値を文字に変換して、この
先ほどの同じ、部分ですね。こういうふうなナンバーというふうな文字列入れたところですね。ここに、この式を書いてるわけですね。これを文字化して、A というのを文字化して、そして名前のところに出た。そしてここに加速度っていうのを入れています。じゃあこれを実行してみましょう。それでは実行します。こういうふうに本来文字が入るところを数値を文字と変換してやったので、こちらの方数値の部分も同時にこう表示することができるということですね。もう一回やりますね。こういう形でグラフも表示できるっていう形になります。それでは次に最後にですね、これを実行してみましょう。このシリアル通信の名前と数値を書き出す X の加速度の X 成分、名前、と数値を書き出す Y 成分ですね。こういうようなのを2行に分けて入れた場合どうなるか。ここでこういうふうに、数値表示の方は X 成分、Y 成分という形で交互に出力されています。で、こちらの方はグラフは X 成分と Y 成分に分けてグラフ化、して表示できるというそういうような違いがあるということですね。だから数値と文字を使い分けるっていうこと、そしてグラフ化した場合は数値、成分の項目に、数値、センサーの値とか入れないといけないということになります。前のスライドで説明した内容をまとめると、シリアル通信1行書き出しでは丸の中の値を表示します。このブロックでは丸内の値を表示し開業します。そして入れた値が数値であったときはグラフ化されます。それに対してシリアル通信数値を文字で書き出すブロックでは丸の数値を文字列として表示し開業しません。このブロックではパラメーターが文字列であるのでグラフ化できません。下のシリアル通信名前と数値を書き出すブロックの場合では左のパラメーターは文字列として、また右のパラメーターは数値として表示して1行として書き出します。この場合右の数値の部分はグラフ化されて表示されます。今回の動画ではメイクコードを使用したシリアル通信の概要について説明しました。シリアル通信は LED ディスプレイに比べて高速であるので細かなデータチェックが可能です。またコンソールの操作とデータ保存についても説明しました。最後にシリアルブロックの種類によってコンソール表示が異なりますのでブロックの使い分けに留意する必要があることを説明しました。ご視聴ありがとうございました。